えーっと2024年の、12月の初めに、マイポ香港ネイチャーリザーブですね、行ってきました。4回目です。はい、何回行っても楽しいです。私最初にマイポに来たかと思ったのは、ネットでいろいろ見てた時にマイポに山椒瓶が見れるっていう画像を見つけたので、マイポに行くと山椒瓶見れるのかなと思って期待していきました。で1回目は本当にチラッと出てきてすぐ引っ込んで、1回目も見れました。で2回目空振ったんですね。何月だったかな。1回目は11月の終わりで、2回目は今年の1月ですね、空振りました。冬しか見れないってどっかで勝手に思ってたとこもあったんで、で3回目が今年の3月ですね。この時はずっと止まってるやつを見つけることができますね。しばらくいてくれたので、それは一旦動画にも上げてるんですけど、で今回4回目、あんまり期待はしてなかったんですけど、で初めて、今まではウィークデーしか行ったことなくて、混んでたら嫌だなと思って初めて日曜日に行きましたね。で日曜日に行くと観察小屋のところにも56人の地元のそうね、撮影隊みたいな感じで、結構でっかいバズーカ、多分フルサイズだと思いますね。皆さんなんか立派なカメラで三脚構えてダダダダダダって打ってた。何撮ってんだろうなと思いながらあまり気にしてなかった。逆側を見てたんですよ。なんかその中に入っていくようなスペースもなかったですし、ででも何見てんだろうってことでちょっと覗いたら、なんとみんなが撮ってたのはブラックキャップ山椒瓶だったんですね。だから私もついつい、でもそこの窓とかから見れないんで、ちょっと外出たところに、私はマイクロフォーサーズなんで、手持ちで頑張って今回は結構山椒瓶と一番長くて、それも飛んでなんか取ってきて食べてたりするのも見れたので楽しい時間でした。前日に飲みすぎて出遅れたんですけども、出遅れた分あまりある時間を過ごしましたね。今回はバスで行きました。バスでっていうか、途中まで電車で行って、最後はバスで行って、そこから歩いたんですけど、バスで行ってバス停から歩く途中にもいっぱい鳥が見れるので、そこはわざわざタクシーで行くよりも歩いて、今回カイツブリとかキンクロハジロもいたし、あとオオチュウも見ましたね。あとは一瞬ですがヒメヤマセミも飛んでたし、あとプレンプレニアとか、ムジセッカですかね。結構その間も楽しいんですよ。ちょっと道が狭くて車が通るので気をつけなきゃいけないところではあるんですが、周りちょっと多分エビかなんかの養殖の池とかがいっぱいあって、そこのところ結構水鳥とかもいるので、バスの乗るところはこのなんだ元論駅みたいなところから、何番だっけ、70何番だじゃないかな。で20分に1本とか30分に1本しか来ないんですけど、このバスで行ってそんな時間かかんないので、このバスで行くといいと思います。で途中もし時間があったら途中下車して、この辺りですね、この辺りでも、結構水鳥が見れたり青小瓶とかもいるので、この辺りもちょっと散策というかブラブラするのは結構おすすめです。で、今回は、去年の11月の終わりた時は結構クロツラヘラサギが飛んでたりとかしていい感じだったんです。今年はほとんど見なかったですね。まだあったかいので来てないのかもしれないですけど、冬が暖かいっていうか、まだだから、日本とか鹿児島とかまだ途中にいるのかなっていう感じで一切見なかったのがちょっと心配っていうか、なんか寂しかったです。で持っていったのはレンズは、今回は150400初めて香港に持ってきました。
はい、結構撮れるシーンも増えたような気がします。描写力も高いので、まあ 300F4 はいいんですけど、画角が限られるので、なかなか遠いところとか近いところとかのそのがうまく対応できなかったりするんですけど、やっぱり150、400は素晴らしい。菅原さんがこのレンズが来てからほとんどこれしか持ち歩かなくなったっていうことがよく分かりましたね。あとは、マイポに行くときは必ずと言っていいほどスコープを持っていきます。今回はコアの一番大きく見える884ですかね、直射型ので、一応動画で今回ルミックスの、G9 Pro Mark II 持っていったので、動画を撮ってみました。まあさすがにマニュアルでピント合わせるのでなかなかピント合わせるのが難しいんですけど、ピントがあった時は結構やっぱ遠くでも綺麗に撮れるなっていう印象ですね。まあでも150、400を持っていってるんだったら、まあ、そこテレコンも使えるので、わざわざスコープ持っていってっていうところはで撮影っていうのはそんな必要ないかなとは思うんですけど、ただやっぱりスコープ持っていって遠くを覗いたり観察するのはやっぱスコープじゃなきゃダメっていう、明るさや綺麗に見えるとかっていうのは本当に絶大なる信頼してますね、884。はい、これのマイクロフォーサーズシステムで25mm かな、25mm のレンズをつけた形で、まあこれデジスコ屋さんのシステムなんですけど、で今回は撮影をしました。はい、後でこっちの方の画像はこの後に、最初の方の画像ほとんど動画は全部150、400で撮ったやつで、残りの動画はそのデジスコでちょっとピントが合わなかったりしてますけど、ちょっと苦戦してる状況も見れるかと思いますんで、まあその辺ちょっと載せときます。はい。まああとはマイポに行くのはパーミットがいるんで、パーミットさっきも言いましたっけね、パーミットの取り方は概要欄に一回説明動画を上げてるんで、まあそれを見てもらえればいいかなと思います。楽しいですよ、香港マイポ。はい、楽しい。私の場合は本当に山椒瓶を見るのが第一目的で、それは意外と簡単に達成されたんですけど、まあ行けば行くだけなんか楽しさが増すというか、まあ山椒瓶もそうですけど大体青椒瓶もいるんですね。であとは観察小屋じゃないですけど、もうちょっと入り口の方とかの池のところとかではヒメヤマセミとかが飛んでます。ヒメヤマセミは本当に一番僕が思うにフライキャッチャーじゃねえや、キングフィッシャー系では一番このホバリングを長くするサービス精神が旺盛だと思ってるんですけど、ホバリングの時間も長いですし、まあそれを撮るのには一番いいかなっていうのもあるし、結構白黒でヤマセミ並みにいい感じで美しい鳥だと思ってるので、あとはカワセミもいますが、カワセミは本当にちっちゃくてあんまり意識してないんで、飛んでいった時カワセミがいたって気づくぐらいですね。あそこにカワセミがいるとかって言ってなかなか撮影はさせてくれないんですけど、3月に行った時は本当にカワセミとしては珍しく、なんか赤霊のようなカワセミって言ったらおかしいですけど、マイポに行くとボードウォークを歩くんですけど、ちょっと動画を後でボードウォークってこんなところっていうのをちょっと早回しで載せときますが、そのボードウォークを歩く時ってちょっとやっぱ不安定なので、カメラとかスコープも全部しまって、一番安全な形で歩くんで撮影はできないんですけど、その時にそのボードウォークの木の手すりにちょっと行っては止まってちょっと行っては止まって、まるで案内人のようにこっちよって言ってくれるカワセミがいたんですよ。いやその時はちょっと今日はいい日だなと思いながら歩いた思い出がありますね。思い出っていうほどそんな昔じゃないですけど、今年とは2024年の3月ですね。こんななんかなんつったらよく
街中で見る赤霊がなんかちょこちょここっちこっちみたいな感じで相手してくれるのがいると思うんですけど、そんな感じでカワセミがちょっと行くとまたちょっと先みたいな感じで道案内のようにいたのがとっても不思議だったっていう思い出もあります。あとは本当にマイポーは行くたんびになんかとりあえず来てよかったなって思わないことがないので、皆さんもちょっとパーミットっていうかその許可証を取るのっていうハードルもありますし、電車の駅降りてすぐってわけでもないのでバスに乗ったり、タクシーで行くとかっていうハードルもありますが、もし香港あたりに、単調に行くっていう人がいたらおすすめですね。はい。香港とか、特に関東とか、関西からでも深夜便があるので朝4時とかに着くともうそのまま単調に行けるっていうのがいいですよね。日本の国内で飛行機で移動して一番早い便で動いても着くのが9時ぐらいで、そこからなんだかんだその鳥見るところに行くって早くても10時ぐらいになってしまうので、まるっとある意味香港は、単調するのでは日帰りもできます。その日帰りって言ったら変ですけど最終便といいますか23時の本当にほとんど0時に近い便で乗っていくと、香港の空港に4時ちょっと過ぎに着くんですよ。でそれから移動して本当に6時ぐらいにはフィールドに立てるので、それから1日いろんなとこを見て、でまた帰り23時ぐらいの飛行機に乗って、羽田とかに4時5時に帰ってくるっていうパターンで出かけられるので、そういった意味でも香港に単調に行くって LCC を使って、ちょっと荷物の問題があるんでフルサイズとかを持ってる人は結構厳しいのかなっていう気はしますけど、そういった意味でも時間の使い方としては会社休まないで土日に行けたりもするんでいいと思います。あとマイポだけじゃなくて行って楽しい単調スポットはいっぱいあるのでいろいろ研究してください。それではまた次の動画で。バイバイ。唔好袋嗰個袋啊！唔好袋嗰個袋，我袋呢啲袋嚟嘅，吉袋啊！你幫你袋，你幫你袋啫。佢夠深咯，唔好啦，屌你袋錢袋好啲。呢啲個人中意嘅。袋後袋有人割袋㗎嘛。我試過啦，呢個割個 L。我個搭大巴嘅喺大陸，呢兩個嘢一齊上車嘅，我夾住你，唔係一個坐嗰邊坐我隔離，一個坐後邊。佢講啲嘢咧，我唔識聽啊！佢講嗰啲鄉下話，我唔識聽。即係湯表演開始啦！
哎呀，我叫紅燈啊，仆街冇跳啊！冇跳啊！你冇得咁冇計㗎。阿 K 嘅動作好靚，會演啲喎，整定啊咁就。頭先都仲有一架，依家冇喎。哦，係咯。你點去凍嘅地方影啊？打得會咩攞個尿袋去咯。總之你去龍坑入邊就得㗎啦。5日點㗎？5日點㗎？點樣？我都唔知用佢辦過，總之我一見喺個坑入邊佢識得都唔辣。唔使。咁佢出邊嗰度。不過我諗第一下揦落去就一定係啱得快㗎啦。即時功能好㗎。係啊，佢真係好快㗎。佢都冇乜。總之喺坑入邊你一撳即度，佢都冇乜點理就已經。你一路跟住佢咯，冇問題㗎。睇準星㗎啦，一睇準星就點。このチャンネルは野鳥観察・撮影に関する情報を6分7分の短いスライドを中心に紹介しております。参考になったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。